水上バスで東京を探検しよう。しゃがんで橋を通過。180度大旋回。東京の水辺を一気に楽しめます。こんにちは。作るに夢中、三峰すずです。今、両国駅に着きました。両国といえば、建物が特徴的な江戸東京博物館、そして両国国技館。でも今日の目的はこれらではなく、水上バスです。ここ両国を起点に、浅草、越中島、竹芝を経由してお台場に至る浅草お台場クルーズコースに乗ります。でもちょっと時間があるので、駅の周りを散策です。相撲は1月場所が開かれていて、そちらに向かう人がたくさんいました。大きく特徴的な建物の江戸東京博物館ですが、改装工事のため長期休館中。近寄れるのはここまで。散策もそこそこに、まずは両国リバーセンターへ。このビルの裏から水上バスは出発します。今回乗る水上バスは東京都公園協会が運営するもので、東京水辺ラインという名前です。急行と各駅がありますが、今日乗るのは各駅便です。チケットを買う前にビルを一旦通り抜けて隅田川の川岸へ。この川幅、いつ見ても迫力満点ですね。川の観察もいいのですが、チケットを買いましょうか。チケットを買おうと窓口へ向かったのですが、衝撃の掲示が。運休するかもしれません。スタッフの方に状況を伺うと、風が強いので出港するか見極めている。途中で停留所を通過したり、引き返したりするかもしれないとのことでした。また、出港してもデッキに出れない可能性もあるそうです。そう、この日、風が結構強かったのです。ドキドキしながら待っていましたが、幸いにして出港とのこと。チケットを買って、いざ乗船。こちらは客室。船内にはトイレ、飲み物の自販機もあります。両国リバーセンターで乗り込んだのは5人くらいでした。いよいよ出港です。私がいるのは上部デッキ、船の屋根の上です。そう、この景色が見たかった。上部デッキは吹きさらしなので、この季節は寒いですが、これを超える興奮があります。少し北に行けば浅草なので、東京スカイツリーも見えます。まずは浅草へ向かって北上します。
隅田川に架かる橋を間近に感じながら、そう間近に感じることができます。低い橋を通過するときは船員さんのしゃがんでくださいの声で、上部デッキの人たちは橋をしゃがんで通過します。かなりギリギリです。立ち上がらずとも手を伸ばしたら届いてしまいそうな距離感。これを味わえるのはこの水上バスならではですね。この橋もしゃがむ橋です。隣を通過しているのは東京都観光汽船の船。この先も何度かすれ違います。ご乗船ありがとうございました。墨田区役所前に到着します。Thank you for riding with us. We hope you enjoy the cruise. We will soon be arriving at 墨田区役所前. If you are heading to Tokyo Skytree, Asakusa Station on the Tokyo Metro 天门前站下船。船内を少し探索しているうちにすぐ次の停留所へ。180度ぐるっと回って浅草二天門です。お客さんたくさん待ってますね。目の前の橋は東武伊勢崎線。一気に賑やかになった船は方向を変えて南下していきます。用具を着用し、乗組員の指示に従って行動くださいますようお願いします。特に小さなお子様が船内を走り回ったり、保護者の方はご注意くださいますようご協力をお願いします。Thank you for taking the Tokyo Mizube Cruise Line. 両国までは経路を戻るので、しゃがむ橋が2回再登場します。这座桥非常低，坐在上层的乘客请时刻小心，以免碰伤头部。上部デッキのお客様は頭上に十分ご注意ください。This bridge in front is quite low. Please mind your head if you are riding on the upper deck.
です。1927年、昭和2年に完成しました。蔵前の地名は江戸時代、幕府の米蔵がこの辺りにあったことから名付けられました。現在の両国国技館が作られる以前は、蔵前国技館で大相撲の本場所が行われていました。1984年、昭和59年に閉館し、現在、右手に見えるピンク色の建物、東京都立水道局の守護場と、蔵前水の館と呼ばれる資料館が置かれています。ここで出発地の両国リバーセンターを通過。緩やかにカーブを描く首都高の下をくぐります。だんだんと高い建物や倉庫が増えてきました。小名木川が隅田川に合流しています。小名木川は江東区を横断し旧中川へ、そして荒川へつながっています。来ました。大変低い橋。しゃがみましょう。目の前にそびえるビルは石川島の高層マンション群。左手奥の方、相生橋の向こう側に見える3本の黄色いマストは水路は二手に分かれますが、まずは左手へ。越中島です。奥に見える船は明治丸。東京海洋大学越中島キャンパス内に保存されている重要文化財の船です。船はぐるっと旋回。
上部デッキから移動し、船尾から来たルートを少しだけ戻ります。Thank you for taking the Tokyo Mizube Cruise Line. Please be reminded that smoking is strictly prohibited while on the boat. In case of emergency, please use the life jacket placed under your seat and follow the cruise instructions. Also, if you are traveling 行く手には勝どき橋が見えます。 keep a close eye on this. 中央が開閉するタイプの可動橋です。今でこそ閉じたままですが、かつては水運の往来を見守っていたのでしょう。勝どき橋です。1940年、昭和15年に完成した日本では珍しい開閉式の跳ね橋です。当時は船の往来に合わせて開閉していた勝どき橋ですが、1970年、昭和45年を最後に開かずの橋となり、2007年、平成19年には国の重要文化財に指定されています。勝どき橋をくぐった右手には以前の築地市場がありました。This is Kachidoki-bashi Bridge. 您现在看到的是圣虹桥。勝どき橋をくぐると築地市場跡です。今は更地で奥に都心のビル群が見えます。築地と豊洲、新旧の市場を結ぶ橋でもあります。現在は一般公開されています。潮の満ち引きにより水位が変わる。レインボーブリッジが見えてきました。海水の池、潮入りの池を中心に日本庭園の美しさが凝縮されており、全国でも珍しく、はい、上部デッキのお客様すいません。今からこれ右に曲がって水門通過します。追加の時はまたこの場でしゃがんでください。ご協力お願いします。久しぶりのしゃがんでくださいが来ました。工程中最大の迫力と言ってもいいでしょう。大変低い橋となっています。上部デッキのお客様は頭上に十分ご注意ください。この水門を通過します。上部デッキのお客様は頭上に十分ご注意ください。この幅、この低さ、まさにギリギリです。Please mind your head if you are riding on the upper deck. 这座桥非常低，坐在上层的乘客请时刻小心，以免碰伤头部。ご協力ありがとうございます。
竹芝発着場です。ご乗船ありがとうございました。ビルの隙間をゆりかもめが通過していきました。本当にありがとうございます。船内はすべて禁煙です。おタバコはご遠慮ください。ウォーターズ竹芝を出発しました。座席の下に直前に水門をくぐったので、もちろんすぐに再び水門をくぐります。十分ご注意ください。This bridge in front is quite low. Please mind your head if you are riding on the upper deck. 这座桥非常低，坐在上层的乘客请时刻小心，以免碰伤头部。この橋は大変低い橋となっています。上部デッキのお客様は頭上に十分ご注意ください。そして船は一路、最後のお台場海浜公園に向けて進路を取ります。とも古く、ついで芝浦埠頭が建設されました。左手に見える白いかまぼこ型の建物は豊洲市場です。広大な土地と交通アクセスの面から築地市場の移転先として選ばれました。 The white low-rise buildings on your left are part of the Toyosu Market. 现在您左手边出现的白色低层建筑是丰州市场。いよいよレインボーブリッジの下を通過します。およそ50メートル。これは日本最大の客船アスカ2が通過することのできる高さです。ただし、現在就航している世界初の大型客船そのものはレインボーブリッジを通過することができません。これは羽田空港周辺エリアの高さ制限にかかるため、これ以上橋桁を高くすることができないためです。遠くに埠頭も見えますが、私たちはお台場へ。レインボーブリッジは2階建て構造になっています。上が首都高速が、下には一般道、新交通ゆりかもめに加え、遊歩道もなっています。左手に見えますのが台場公園です。江戸時代の終わり、左手に見えるのは台場公園、第三台場です。右は陸地とはつながっていない第6台場。その間をすり抜けていきます。どちらも国の史跡に指定されています。うち第三台場は台場公園として開放されており、レプリカの砲台跡を見ることができます。 On your left is Daiba Park. 现在お台場の特徴的な球体も近づいてきました。场公园。ご乗船ありがとう。お台場海浜公園発着場に到着です。公園に到着します。1時間半の小さな大旅行、お疲れ様でした。Odaiba Marine Park. 今回は東京水辺ライン水上バスに乗って東京の水辺を満喫しました。ゆったりと移動するのみならず、ダイナミックな東京の交通や歴史を感じられるとっても新鮮な体験でした。古くからの観光地、新名所、水運の名残、
古い橋に新しい橋、臨海副都心、東京のいろんな顔を一気に見ることができます。個人的にはぜひ上部デッキを体験してほしいと思います。全周視界の中、隅田川の広さ、景色の移り変わりが楽しめます。しゃがんで橋を通過する体験もなかなかないですしね。今日の工程の中に皆さんのおすすめスポットありましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。このチャンネルでは屋外でも楽しい体験を追いかけていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。